こんにちは。ザ・ビジョン・フォー・アニマルズの小林義孝です。こんにちは。ザ・ビジョン・フォー・アニマルズの赤坂みのりです。今回は犬種、猫種別になりやすい病気シリーズの1回目としてトイプードルに多い目の病気について赤坂先生と一緒に解説させていただきます。次は網膜の病気です。トイプードルでは網膜萎縮という遺伝性疾患が多く発症します。頻度としては白内障ほどではないんですけれども、やはり失明を引き起こす病気です。まだ有効な治療法が確立されてないとても重篤な病気になります。網膜というのはどういうものかっていうのをご説明しますと、眼球の奥にある薄い膜なんですね。この膜が光をキャッチしていますので、とても重要な役割を果たしています。カメラでいうフィルムやイメージセンサーのような働きをしているところです。網膜萎縮ではその網膜の細胞が変性してしまって光をキャッチすることができなくなる。それによって視覚が低下していきます。他にもいろいろな原因が網膜萎縮を引き起こすんですけれども、トイプードルでは遺伝子の異常が原因で起こる網膜萎縮、進行性網膜萎縮や PRA と呼ばれますが、それがとても多く発症しています。それらの病気の網膜の変化は1歳以下で始まっているんですが、見た目の検査で異常が見つかるようになるのは3から5歳が多いです。視覚の低下が見られるのもこの頃が多いんですが、完全に見えなくなるまでご家族が気づかないケースも多いので、診断が中年齢以降のこともよくあります。基本的にはゆっくり進行するのが一般的なんですが、比較的早期に失明してしまうこともあります。実際の診断では、眼底検査という視神経や網膜の血管の萎縮の有無を見る検査や、OCT といって網膜の層構造の変化や厚みを測る検査、ERG というのは網膜電図検査なんですが、これが実際網膜がどれぐらいの機能が残っているのかっていうのを見る検査です。このあたりの検査を組み合わせて病気を評価していきます。はい。遺伝子検査で実際に異常が見つかったとしてもですね、どのくらいの時期に失明してしまうのかっていうところまではなかなか予測ができません。実際に眼科の検査を行って構造的な面、機能的な面を判断しながらその進行スピードを見ていくという必要があります。治療に関しては残念ながら効果的な治療法がないのが現状です。もしかしたらエビデンスはないんですが、網膜の萎縮を少しゆっくりできるかもと言われているサプリメントがあるので、ご希望のご家族にはお勧めすることがあります。はい。今研究段階としてその遺伝子治療ですね。正常な遺伝子を網膜に組み込むという最先端の治療も始まってはいます。人の方では始まってはいるんですけれども、犬の方でまだ皆さんが使えるようになるまでにはもうしばらく時間かかりそうですね。PRA は最終的に白内障を続発する可能性もあるっていうふうに思うんですけど、いかがですか？はい、そうですね。網膜変性が本当に進行して見えなくなってしまってしばらくしてからなんですけれども、その後網膜から出てきた毒性がある物質によって白内障が出てきてしまいます。で、ただその PRA に続発した白内障っていうわけではなくて、 PRA がまだ見えてるうちから白内障が同時に起こってきてしまう。まだ PRA は進行しきっていないのに白内障が進んだことで目が見えなくなってしまうっていうケースもあるんですね。その場合は治療法はその2つのパターンで変わってきますか？はい。PRA が進行しきってしまった場合はもうすでに失明してしまいますので、基本的には白内障の手術はあまり適用ではありません。ただ PRA がまだ進みきっていないのに白内障で見えなくなったパターンっていうのは手術をして視力を取り戻すことがある程度はできます。ですのでそこを区別するということがとても重要になります。そのあたりっていうのは網膜電図検査や先ほど申し上げたいろんな検査を組み合わせて行っていく必要がありますので、眼科専門医のところで診断していくということが必要になりますね。はい。加えてトイプードルではですね、PRCD 遺伝子という遺伝子が PRA を引き起こすということが海外において報告されています。ただしその PRCD 遺伝子だけではなくて他の遺伝子異常によって起こる PRA の可能性もあるというふうに考えられています。で、日本のトイプードルでどのくらいどの遺伝子が関連しているのかというしっかりとしたデータは実はまだないという現状ですね。国内にも PRA の遺伝子検査を行っている会社は複数あると思うんですが、
現実的に全てのトイプードルさんが遺伝子検査を受けているわけではありません。そう、治療法がまだ確立していないので、結局診断ができたとしても、遺伝子異常があるとしても治療につながらない。なので、遺伝子検査までは実施してないことも少なくはないですね。有効な治療法がないので、理想としては繁殖犬では積極的に遺伝子検査を実施していただいて、発症リスクの高い組み合わせを避けるという方向なんですけど、どうでしょう？はい。PRA が発症するのが本当に早ければ、次の繁殖を抑制できるんですけども、結構中年齢ぐらいになってから発症しているっていうパターンも残念ながら多いので、そうなるとですね、そこからやはりこの組み合わせでこの病気が出ちゃったっていうところをフィードバックするのが遅れてしまうことがあるんですね。ですからできればブリーダーさんのところで繁殖前に遺伝子検査を受けて、遺伝子異常を持ってないことを確認しながら進めていくことが大事です。ただし、まだまだ検査できない遺伝子もありますので、やはり網膜変性が出てしまったかどうかということは、遺伝子検査ではわからない病気を見つけるという意味ではすごく重要になってくるので、その辺をしっかりフィードバックしていきたいなというふうに考えております。網膜萎縮 PRA がなかなか発見が難しい病気だというふうには思うんですけど、最初に気づくサインというのはどんなものがありますか？多いのは、物にぶつかることが増えたっていう症状や、網膜が薄くなってくると目がピカピカと光って見えるようになりますので、光が当たった時の目の色、あと暗いところから見えなくなるパターンの網膜萎縮が多いので、暗いところから急に見えなくなった症状がないかどうか。夜の散歩は嫌がる。こういったサインが、ご家族が気づいていただけるポイントじゃないかと思います。はい。でもその網膜変性ってゆっくり進むので、完全に失明してしまった状況でもご家族が気づいてないってことも結構あるんですよね。そうなんです。物にぶつかったりつまずいたりするのも、この子はちょっとおっちょこちょいな性格だからとご家族が認識していることもあるので、実は見えてないっていうところに気づくまでに時間がかかってしまうことがよくあります。はい。治療法が確立されていないので、治すっていうことまではできないんですけども、そのワンちゃんが見えてるか見えてないかのを把握することは、その後の生活をいかに快適にしてあげるかにも重要になってきますし、網膜変性症から白内障に進行していく、そのチェックだったりとかっていう意味ですごく大事になりますので、やはりトイプードルではその網膜の検査っていうところも早いうちに一回見てみていただくのがいいのではないかと考えています。はい。それでは最後にトイプードルに多い病気の3つ目として、小視体変性についてお話しさせていただきたいと思います。はい。これもよく見かけるんですが、どんな病気かというと、小視体という目の中の少し後ろにあるゼリー状の部分が存在するんですが、その部分のタンパクが変性してですね、白く混濁したり、ゼリー状の物質が液体状に変わってしまったりっていうのが、この小視体変性という病気です。小視体変性そのものは痛みもありませんし、軽度のうちは見た目の変化も少ないんです。ただ問題は網膜剥離や緑内障を続発する可能性があることです。はい。軽度のうちはそんなに問題にはならないんですけれども、重度になってくると網膜を抑える力がだいぶ弱くなってきてしまう。それから変性すると網膜自体を引っ張ってきてしまう。そういったことから網膜変性が起こりやすいというふうに考えられています。はい。でどういうふうに検査していくかというと、診察では参道といって瞳の後ろ側にある構造物が小視体ですので、瞳を開く参道剤というのを使って瞳が開いた状態で小視体の動きを観察すること。あとは眼底ですね、一番奥の網膜の部分や神経とかの部分の前にあるのが小視体なので、ここに濁りが生じていると眼底の見え方がぼやけてきますね。それがないかどうか。あと網膜剥離の初期所見がないかといったところを確認しています。はい。トイプードルの高齢犬になってきたら、やはり定期的に小視体の状態をチェックしていただいて、網膜剥離のリスクがないかどうかっていうのを確認していることをお勧めいたします。またですね、その白内障の手術後に小視体変性がある子だと、せっかく手術したのに網膜剥離を起こして失明してしまうということも少なくないので、やはりそれの有無があるかどうかっていうのは手術前に考えなきゃいけないポイントの一つにはなってきます。ここまで白内障、網膜変性症、小視体変性の3つを中心にお話ししましたが、それ以外にもトイプードルではいくつかのがん疾患が知られています。
はい。海外のデータなどで挙げられているのは、小毛重生といってまぶたの縁から、本来生えてないところから逆さまつげが生えてしまう病気とか、瞳孔膜依存といって、本来なら退縮するはずの血管が残ってしまっている病気。あと角膜ジストロフィーという角膜が濁る病気や、視神経乳頭の形成異常、こういったものが挙げられています。はい。これらの病気も頻度は低いものの一応気をつけていく必要がございます。ただ、日本のトイプードルで本当にどういう病気が多いかっていうのはまだ調べられてはいないんですね。今申し上げたのはアメリカのデータになります。ですからこれらに関しては僕らがしっかり調べてこの病気に気をつけなきゃいけないということを皆様にまた還元していければなというふうに考えております。トイプードルは日本でとっても人気があって身近な犬種ですが、目の病気も決して少なくありません。はい。白内障、網膜変性症、小視体変性、どれも早期に気づいてあげることがその後の視力と生活の質を守る上でとても大切になります。なんとなく見えづらそうだなと思った時は、ぜひ一度眼科検査を受けてみてください。はい。それからそういったことがなくても若いうちからチェックしていくってことも大事になりますね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。